純正ナビがあっという間にスマホ化。あんなことやこんなことも走行中でも YouTube が見れたら同乗者はそりゃ喜ぶって。運転手は見ちゃダメだぞ。なんか面白い話してっていう無茶ぶりにもなんか答えてくれたわ。Android ナビのメーカーが AI ボックスを出してきた件、こりゃ気になるわ。いや皆さんこんばんは、七草です。今日の製品はこちら。Android ナビについて過去に何本か動画を出しているアトトから実は AI ボックスもあるんですということで、今回送付いただきましたのでレビューしていきたいと思います。今回見ていく製品はアトトの CB6 という AI ボックスです。先に言っておきますと、この動画を見ていただいた視聴者の方にはクーポンがあります。これ聞いて驚いたんですが、今回 50% オフのクーポンをいただいています。しかもラムが 8GB、ストレージが 128GB のモデルです。この時点でコスパめっちゃいいです。半額の2万円以下で買えるので、見ていただいた方にしか使えないクーポンは最後の方にお伝えします。早速開封していきましょう。箱を開けるとこんな感じです。おー、なんかさらにラップしてあるね。箱を開けてから AI ボックスが梱包されているのは初めてですね。取り出しながら AI ボックスって一体何なのっていう方に簡単に説明します。アトト CB6 って何ができんのっていう話ですが、純正ナビを Android スマホ化することができます。つまりナビ画面で YouTube や Netflix、プライムビデオなどが見れます。そしてこれらはキャンセラー不要で走行中も動画が見れます。さらに2つのアプリを2画面分割できます。これは任意の割合でできます。そして GPT 搭載 AI アシスタントドライブチャットが使えます。これは話し相手にもなってくれますし、簡単な音声操作もできます。そしてこのCB6 有線カープレイ対応車だけではなく、有線 Android オート対応車でも使えます。はい、そして CB6 が使える前提条件ですが、2016年以降の車両で純正ナビもしくは純正のディスプレイオーディオで有線接続での Apple CarPlay か有線接続での Android オートが使用できる車種で使うことができます。AI ボックスの中には有線接続での CarPlay でしか起動しないものもあるんですが、この CB6 は有線接続での Android オートでも起動します。背面のスイッチを押して切り替える必要はあります。また一部の車種では使えないという情報もあるみたいなので、購入前に自分の車が対応しているかしっかりと確認してから購入の検討をお願いします。中身を取り出しました。これで全てです。それでは一つずつ見ていきましょう。まずは本体から。箱を開けてもラッピングされていますね。開けます。はい、こんな感じです。丸い一部を切り落とされたような形をしていますね。この側面にまず左の上側、ここがマイクロ SD カードのスロットです。その下はナノ SIM カードのスロットです。この SIM スロットはピンを突っ込んで開ける必要があるスロットです。手だけでは開きません。そして真ん中の USB-C ポートが電源です。あとは2つの LED ライトがあります。Android オート起動の時は左側が青く光って、CarPlay 起動の時は右側が緑に光ります。はい、側面をぐるっと見ていきますと UFO みたいですね。側面には他にポートやスロットはありませんでした。背面見ていきましょう。黄色いシールが貼ってありますね。SIM カードスロットの向きを間違えないようにっていう注意書きのシールですね。はい、あと忘れちゃいけないのがここです。ここに一つ穴があるんですが CP と AA と書いてありますね。 CP は CarPlay で AA が Android オートなんですが、有線 CarPlay か有線 Android オートどちらで起動するかを切り替えるスイッチです。ここもピンを突っ込んで押す必要があります。ちなみに最初の設定は CarPlay 起動になっています。有線 CarPlay の仕組みを使って起動するモードになっているということです。あと本体はベタベタ触っても指紋が目立たないタイプだね。本体は以上。次ケーブルですが短め20センチぐらいですね。 USB A to C のケーブルが1本、もう1本が USB C to C のケーブルです。でこれが二股ケーブルですね。 Y 字ケーブルとも言います。先ほどのケーブル1本で起動するんですが、それで起動しなかったり電力が足りなくて動作が不安定な時に使うケーブルです。でこれが USB Type A から Type C に変換するアダプターです。これが1つ入ってます。でこれ何と思ったんですが、初めてですね SIM カードのお試し版がついていますね。 100MB めっちゃ少ない。で簡易説明書です。厚さはこれぐらいで完全に開くタイプのものです。簡単なことしか書いていないので、詳しくはこちらからオンラインマニュアルを見てくれということみたいです。あとはサポート関係のものが1冊入ってました。そういえばピン差し込むタイプなのに SIM ピンついてないのと思ってたら、先ほどのお試し版の SIM カードの中にありました。それじゃあ早速車内で使っていきましょう。
車内にやってまいりました。それでは CB6 使っていきます。ケーブルは USB-C2C のものを使っています。車の通信ポートに接続します。七草のアウトランダーは USB-C、USB-A どちらも通信ポートです。雷マークだけの USB ポートでは充電にしか対応していないため起動しません。必ず通信ポートに接続してください。接続して待っていると本体が青く光りました。あと側面のランプ右側が緑に点滅しています。これは起動モードがカープレイになっていて通電している状態です。カープレイを利用しますかの画面が表示されましたのではいを押します。はい、そうしましたら画面の構成が始まりましたので勝手に再起動しますので待ちます。そのまま待っていると上がってきました。最初以外の通常時の起動画面はこのように Android の画面が出てきます。こちらが CB6 のホーム画面です。ホーム画面の一部がマップのタイプのやつか。はい、起動できると先ほどの LED ライトが緑点滅から緑点灯になります。ちなみに暗くしてみるとライトはこんな感じです。なんか初期画面でドライブチャットのアプリが立ち上がりましたがまだインターネットにつなげてないので何も映らないですね。ホーム画面ですが左上が再生中の画面、その下は Bluetooth や Wi-Fi のショートカットボタンですね。その下は天気で右側には Google マップがデフォルトで開くっていう感じですね。この画面から左や右上とか下に行っても何もなさそうですね。右側にバーがあります。上から4つは最近使ったアプリが表示されていて一番下の四角はアプリ一覧を開くボタンです。これを押すとこんな感じでインストールされているアプリが表示されます。この画面に切り替わります。よく使うアプリは最初からある程度入ってそうですね。あと画面上にこのような浮遊ボタンがあります。これを押すと操作ボタンが表示されます。左からホームボタン、次が戻るボタン、次がアプリの切り替えボタンです。バックグラウンドで起動しているアプリを表示します。こんな感じでスマホと同じようにアプリを切り替えたり終了させたりすることができます。終了させたいアプリは上にスワイプ。いっぺんに全てのアプリを終了させる場合はこの全てをクリアを押すと消せます。次のマイクボタンがドライブチャットアプリを起動します。これは後でやります。次ですが画面分割ボタンです。押した時のアプリが左によってもう一つ分割したいアプリを選択して2画面になります。でこのロケットボタンはロケット飛ぶことを期待したんですがこのモデルは飛ばないですね。この下にちっちゃく表示されるんですがキャッシュのクリアですね。一番右の車マークは純正ナビに切り替えます。純正ナビからはまたカープレイのボタンを押せば AI ボックスに戻ります。それではまずインターネットに接続していきましょう。設定から左上の無線 LAN を押します。次にインターネットをタップ。この画面になりましたら Wi-Fi ここがオンになっていることを確認してください。こうなっていれば OK です。そしたら周囲の電波を探し始めますのでご自身の電波が表示されたらそれを押してください。七草は社内 Wi-Fi を契約していますのでこちらをタップします。パスワードはご自身のパスワードを入力してください。はい、パスワードを入力しました。そうすると接続済みに変わりましたね。ここの Wi-Fi マークも白色になりました。これでインターネット接続 OK です。今七草は3番の社内 Wi-Fi でインターネットに接続しましたが CB6 にはこの4つのパターンでインターネット接続できますのでご自身に合った方法で接続してみてください。インターネットにつながったのでホーム画面の Google マップも表示されましたね。ただ位置情報はまだ許可を与えていないので海外になってますね。インターネットに接続したらまずシステムのアップデートが出ているかを確認しましょう。アプリ一覧の中のアップデートをタップします。ここにも書いてありますね。新しいバージョンを検出したらできるだけ早くダウンロードしてください。不具合が解消されているバージョンが出ている可能性がありますのでここは必ずチェックしましょう。チェックするを押します。はい、現バージョンは最新版みたいです。アップデートの必要はありませんでした。こんな感じでアップデートがある場合はオンラインでアップデートできます。あとプレイストアがありますので好きなアプリをインストールすることができます。初回はログインが必要なのでログインしてください。すでに最初からインストールされているアプリのアップデートがあると思いますのでそれもアップデートしていきましょう。自分のアイコンをタップしてマイアプリ&ゲームをタップします。するとアップデート保留中のアプリが表示されますので右側のすべて更新を押してアプリを更新します。古いバージョンのアプリは使えなかったりする時もありますからね。ではアプリをいろいろ見ていきましょう。まずは Google マップから。はい、操作感はこんな感じです。スムーズだと思います。 AI ボックスはピンチアウトピンチインでズームアウトができません。ズームするときはトントン画面を2回タップしてください。ズームアウトするときはトントンスーです。
数をそのまま下げるとまたズームもできます。次ですが、アプリ一覧にこの車のアイコンもあります。これをタップすると純正ナビに切り替えができます。先ほどの浮遊ボタンからも切り替えできますが、アプリ一覧の中にも純正ナビと切り替えるアイコンがあります。純正ナビから CB6 に戻るにはカープレイを押します。これは各純正ナビによって違うので、カープレイのボタンを押したら戻るといったイメージです。はい、どんどんいきます。次は YouTube 見ていきましょう。スタジオ七草のチャンネルを開きました。再生してみましょう。あれ？通常再生時にここに黒い隙間がなんか生まれますね。あとは概要欄とかコメント欄が表示されなくて真っ白になってます。全画面にしてみましょう。全画面は全く問題ないですね。ちょっと他の動画でも見てみますか。やはりここに黒い謎の隙間が生まれますね。横に表示される画面も半分ぐらいになってますね。黒い隙間の影響なのかな。普通はここまでサムネイル表示されますからね。ちょっとここが気になりますが、再生や全画面表示には問題がないので、一時的な不具合かアップデートで解消されると思っております。全画面再生は全く問題ないですね。こんな感じで YouTube も走行中に表示可能です。やっぱり運転中は動画じゃなくて音楽だっていう方は音楽アプリももちろん使えます。 YouTube ミュージックで一つ再生してみましょう。はい、音は出せませんが音楽アプリも使えます。次 Amazon Music ですが、これ最初から入っている Amazon Music は使えませんでした。これ開いてみるとこのようなコードが表示されて先に進めないんですよね。なので Play Store から Amazon Music を新規でインストールしました。 AI ボックスには若干このようなからくりがあるのでうまく使っていきましょう。ついでに TVer もインストールしておきます。はい、新しくインストールした Amazon Music ですが、こっちはねちゃんと開くことができて音楽を聴くことと歌詞の表示もできました。次 Netflix も見ていきます。試しに一つ再生していますが Netflix の動画も問題なく再生できます。もちろん運転手は注視しちゃいけませんが、長旅の際に同乗者やお子様には嬉しいですよね。続いてプライムビデオを見ていきます。こちらも一つ再生してみました。プライムビデオも問題なく見ることができます。渋滞時のお子様や同乗者のイライラを抑えることができるかもしれません。続いて TVer も見ていきます。 TVer についてもよくコメントが来るので見ていきます。はい、もちろん TVer も見ることができます。これだけ車内で楽しめるコンテンツがあれば何かしらお気に入りが見つかると思います。次ですが画面分割を見ていきます。分割できるアプリ同士でしたら浮遊ボタンの中のこのボタンを押してもう一つのアプリを選択すると、この場合は YouTube と Google マップです。このように画面を分割することができます。真ん中の線を2回タップすると画面を入れ替えることができます。分割の比率ですが、これは真ん中の線をずらすと好きな位置、任意の割合で分割することができます。もう少しこの辺だったりとかね、さらにもう少しこの辺だったり、こんな感じで任意の割合で画面分割することができます。ただ YouTube で先ほども気になりましたが、右側の黒い隙間、これがねこの画面分割にも影響するのか、 YouTube を右側に広げていくとこのようなね隙間ができてしまいます。これはファームウェアのアップデートで改善希望ですね。次ですがこのドライブチャットを見ていきます。初回はこのような画面が出てくるので、スマホでこのアプリをインストールしたらアプリ上でスキャンします。そうするとドライブチャットが使えるようになるんですが、画面の指示に従って次に進んでいきます。はい、そしたら日本語を選択して確認を押します。日本語パックをダウンロードしていますのでこのまま待ちます。はい、ダウンロードが終わりましたらこのアプリが使えるようになります。でこのドライブチャットを呼び出すにはこの浮遊ボタンの中のマイクボタンを押します。そうすると左上にと言いながらこのようなものが現れます。それかここのホームボタンを長押ししても同じようにドライブチャットが起動します。あともう一つ、車の音声コントロールボタン、これを長押ししてもこんな感じで起動できます。この3種類の方法があります。この AI がドライブのお供になってくれるわけですね。例えばなんか面白い話して、ここの時間はノーカットです。反応するまでこれぐらいはかかります。ではちょっとした雑学を一つご紹介します。日本のディズニーランドにはこんな感じで会話もできて AI が反応してくれます。何個か聞いていきます。明日の天気は
反応までどれぐらいの時間なのか分かるようにノーカットにしています。これぐらいで文字の反応があって、回答の文字が動き出してから喋り出します。明日の天気は日中は曇り空で、最高気温は 5.19 度。他にも、今日の晩ご飯何がいいかな？今日の晩ご飯のおすすめですね。寒い日には体が温まるお鍋やシチューなどはいかがでしょうか。 YouTube 開いて。ちょっとレスポンスは遅めに感じますね。反応はこれぐらいです。 YouTube も開くことができました。ホーム画面に戻って。ホーム画面に戻るのは早いですね。東京ディズニーランドまで連れてって。東に進みます。このような操作もできます。簡単に見ていきましたが、ドライブチャットはこんな感じでした。あとはワイヤレスカープレイやワイヤレス Android オートが使えます。このスピードプレイを開きます。ここに表示されている Bluetooth 名にスマホで接続します。スマホの Wi-Fi と Bluetooth をオンにした状態で Bluetooth の中からナビ画面に表示されている Bluetooth 名と同じ Bluetooth 名をスマホ側でタップします。そうするとペアリングが表示されますので、画面の指示に従って接続してください。AI ボックスを使っていてワイヤレスカープレイやワイヤレス Android オートを使う人は少ないかもしれませんが、この機能もありますよっていうことです。はい、少し待っているとこれでワイヤレスカープレイに接続できました。これ今試しに iPhone でやりましたが、 Android スマホの方はワイヤレス Android オートも使えます。では有線 Android オートに切り替えて起動するかを試していきます。七草の車は有線カープレイも有線 Android オートも両方対応しています。今これ有線カープレイの仕組みを使って AI ボックスが起動しています。ただ世の中にはワイヤレスカープレイには対応しているけど有線カープレイには対応しておらず、有線 Android オートなら対応しているという車があります。そのような車のためにこの CB6 は有線 Android オートの仕組みを使って起動するモードに切り替えることができます。なので有線カープレイに対応していなくても有線 Android オートに対応していればこの CB6 は使えます。ちょっと何言ってるか分かんないよっていう声が聞こえますが、要は背面のこの穴にピンを突っ込めば有線 Android オートにしか対応していない車でも使えるということです。ピンを突っ込んで3秒ほどボタンを押します。こんなもんかな。そうするとナビ画面に Android オート接続モードに切り替えますかという表示が出てきます。ここではいを押すか、この状態で待っていると自動で切り替わってシステムが再起動します。はい、今有線カープレイの仕組みを使って起動していた状態から背面のスイッチを押して有線 Android オートで起動できるように切り替えて再起動しているところです。有線 Android オートでの通電状態は左側のランプが青く点滅します。有線カープレイで起動している状態は右側のライトが緑でした。ここのライトを確認すればどっちのモードになっているか確認できますね。はい、起動したら青点滅から青点灯に変わりました。画面に Android オートを利用しますかと出ていますね。Android オートで起動できています。はい、初回起動時なのでまたキャリブレーションがかかります。画面の構成です。再起動がまたかかります。はい、起動してきました。一旦純正ナビに切り替えて確認してみましょう。はい、一番左のマークですがしっかりと Android オートモードになってますね。先ほどはここはカープレイマークでした。この Android オートマークを押すと CB6 の画面に戻りますので、しっかりと有線 Android オートでも起動できていることがわかります。それでは視聴者限定のクーポンの使い方を説明します。概要欄のリンクからこの Amazon の後と製品ページに飛んでいただいて、これ今パソコンから見ていますがスマホも同じような感じです。最初の表示ここですね。今これは 4GB プラス 64GB ブラックとなっていますが、これを押すとその下にグレーアウトしていますが、ここに 8GB プラス 128GB グレーとあります。これを選択すると今回レビューしたモデルになります。はい、今回はメモリ 8GB ストレージが 128GB のグレーのモデルです。これを選択したら右下のカートに追加するを押して
してください。はい、カートの中身を見ますと、この時は Amazon のクーポンで16,000円のクーポンが出ていましたので、誰もが使えるクーポンで16,000円引きとなっています。ただ今回は視聴者限定でこれを上回るクーポンを使えます。はい、冒頭でも言いましたが 50% オフになります。つまり16,000円ではなく2万円引きになります。見ていきましょう。ちょっとね Amazon は分かりにくいんですが、ここにギフトカード、商品券、プロモーションコードを使用するとあります。このプロモーションコードを使いたいので、ここをクリックします。そうするとこれ先ほど一度試しに入力したので今は入力できなくなっていますが、ここにこのクーポンコードを入力して適用を押してください。このクーポンコードは概要欄にもコメント欄にも貼っておきますね。はい、適用を押します。はい、クーポンが適用されますとなんと2万円引きになりまして、あとと CB6 が半額で買えます。これめちゃくちゃお得なんでね、ぜひ使ってください。 Amazon のプロモーションコード利用欄、ちょっと見つけづらいんですが必ずありますので、ぜひこのクーポンコードお試しください。このクーポンコードの期限は今のところ2月いっぱいまでです。ということで今回はアトトの AI ボックス CB6 を見てきましたが、いかがでしたでしょうか。視聴者限定のクーポンを使えば2万円以下で買えますので、コスパはかなりいいモデルなんじゃないかなと思いました。一つ注意する点としては HDMI ポートがないモデルになりますので、高積モニターだったり別の外部のモニターに接続することはできません。高積モニターを使わない方にはめちゃくちゃいいと思います。しかもこのモデルラムが 8GB、 ロムが 128GB なんでね、コストに対してのパフォーマンスはめちゃくちゃいいと思います。この製品のリンクとクーポン情報概要欄に貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。このチャンネルではアウトランダー PHEV のオーナーが車で使える便利なアイテムなど自由気ままにレビューしています。よろしければこの動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。 AI ボックスは一つあるといいですよ。それじゃあ今日はこの辺で。See you again!